パキスタンに米国とイランの代表団が揃って乗り込んだのだ。なのにイラン側は直接対話はしないと宣言したのだ。同じ国に来ているのに会わない。これが今の交渉の実態なのだ。同じ国にいるのに会わない？それって交渉が始まってるとも言えないじゃない。一体何のためにパキスタンまで行ったのかしら。今日は戦争57日目のイランと米国の交渉のようで交渉でない構造を解き明かすのだ。この動画でわかることは3つ。なぜ対話が進まないのか、ホルムズ海峡危機が日本人の生活費にいくら乗ってくるのか、そしてイランが温存している軍事力の本当の意味、これを全部話すのだ。まず今の状況を整理するのだ。2026年2月28日、米国とイスラエルが突然イラン全土への大規模攻撃を開始したのだ。トランプはビデオメッセージでこう言ったのだ。重要な戦闘作戦が進行中だ。終わったらあなたたちが政府を掌握しろ。とね。つまり目標はイラン政府の打倒だったのだ。イラク侵攻以来最大の軍事動員って記事にあったわ。それだけの規模で攻撃して、でも57日経った今も戦争が続いているってことは、目標は達成できていないってことよね。その通りなのだ。なぜ達成できていないか、3段階で深掘りするのだ。第1層、表面上の理由。イランの最高指導者アリー・ハーメネイが死亡した後も、革命防衛隊を中心とした体制が機能し続けているのだ。第2層、構造的な理由。イランという国は指導者一人を消せば崩れるほど単純な構造ではないのだ。権力は最高指導者、軍、司法、監督者評議会の4層に分散しているのだ。そして第3層、最も根深い理由なのだ。イランのミサイル能力の大半はこの57日間の戦闘でまだ使われていないのだ。中東愛によると、イランの軍関係者が多くのミサイルがまだ手元にあると明言しているのだ。つまりイランは意図的に全力を出していない。これが本当の怖さなのだ。ちょっと待って、それって将棋で言えば、飛車と角を温存したまま歩だけで戦ってる状態じゃない。相手が切り札を持ってるって知ってるから、米国も踏み込みきれないってことかしら。まさにそうなのだ。ここで話がパキスタン会談に戻るのだ。ラナシオン氏によると、パキスタンは月曜日に第2回会談の準備を進めていたのだが、ホルムズ海峡の新たな緊張が影を落としているとのことなのだ。イラン議会議長のガリバフは、脅しの影の下での交渉は受け入れない、とはっきり言ったのだ。爆撃しながら交渉しろというのは無理な話なのだ。では、この交渉しているようで交渉しない状態がなぜ続くのか、米国側を見てみるのだ。ミドル、イースト、アイによると、米国はこの日、イラン関連の暗号資産ウォレットを対象に3億4400万ドル、日本円にして約500億円相当を凍結したのだ。さらに石油輸出の制裁免除も更新しないと発表したのだ。制裁を強化しながら、さあ話し合おう、と言っているわけなのだ。制裁を同時に強化しながら交渉に来る。か、私が相手だったら、本気で平和的解決をする気あるの？って思うわ。でもずんだもん。米国側はこれを圧力外交として意図的にやってるのよね。そうなのだ。これは1970年代のニクソン、キッシンジャーが使ったマットマン、セオリーと同じ構造なのだ。何をするかわからない狂人を演じることで相手を心理的に追い詰める手法なのだ。トランプはこれが大好きなのだ。問題はイランがこの手法を知り尽くしていることなのだ。40年以上米国の制裁と圧力に耐えてきた国だからなのだ。外交面でもう一つ注目なのだ。エズボラはレバノン南部で攻撃を続けながらも、レバノンの指導部は地域的な取引に巻き込まれることを拒否していると言っているのだ。さらにエジプトとパキスタンが第2回交渉が停戦につながってほしいと共同声明に近い形でメッセージを出しているのだ。これが意味するのは、近隣国は戦争の終わりを望んでいるが、当事者たちはまだ終わる気がないということなのだ。ずんだもんに逆に聞くわ。もしあなたが今のイラン政府の立場だったら、どうする？降伏したら政権が終わる。戦い続けたら国民が苦しむ。私にはどっちも選べないわよ。正直、これは答えのない問いなのだ。ただ歴史を見ると、
1988年にイランはイラクとの8年戦争を毒を飲むという表現で終わらせたのだ。ホメイニー氏が神の命令に反するが停戦すると言ったのだ。今も同じ構造になりうるのだ。でも今回は相手が米国とイスラエルで目標が政権交代なのだから、イランが飲める毒が何なのかがはっきりしていないのだ。これが今の膠着の本質なのだ。ここまでをざっくりまとめるのだ。米国とイスラエルが2月28日に攻撃を開始して今日で57日目。イランの体制は崩れていない。ミサイルの大半は温存。パキスタン会談は同じ国にいるけど直接対話なし。米国は500億円の資産凍結と石油制裁強化を並行して実施中。このそよいながら交渉する状態がここからが本題。日本に直撃してくるのだ。ホルムズ海峡を通る原油は世界全体の約 20% なのだ。日本が輸入する原油の実に9割近くがこの海峡を通過しているのだ。57日間の緊張が続いた結果、今何が起きているか。ミドルイーストアイによると、ホルムズ海峡を避けた迂回ルートへの需要急増により、パナマ運河の通行量が400万ドル、日本円で約6億円にまで跳ね上がっているのだ。この海運コスト増は最終的に商品価格に転嫁されるのだ。9割近くってすごい依存度ね。日本のエネルギー安全保障って意外と脆弱なのかしら。具体的にどのくらい家計に影響が出るの？試算してみるのだ。原油1バレルが10ドル上がると、日本の電気代は家庭1世帯あたり月額で約700円から1000円上がる計算になるのだ。さらにガソリンは1リットルあたり5円から8円の値上がりに相当するのだ。地方在住で車が生活に欠かせない人、週2回満タン給油するなら月に約2400円の追加負担なのだ。今の緊張が続けば、この数字はさらに上振れるリスクがあるのだ。地方だけじゃないのだ。都市部でも食品の輸送コストや光熱費が上がれば、スーパーの値段が静かに上がっていくのだ。コーヒー1杯10円の値上がり、パン1斤20円の値上がり。これはホルムズ海峡の煽りが日本の食卓にじわじわ届いてくる仕組みなのだ。しかも円安が重なると、エネルギーを円で買う日本人への打撃はさらに大きくなるのだ。それはちょっと怖い話ね。でもずんだもん。一方でパキスタン会談が進めば状況は改善されるんじゃないかしら。最悪のシナリオと最良のシナリオ、両方聞いてもいい？冒頭で同じ国にいるのに合わないという話をしたのだ。あれが象徴しているのはまさに最良と最悪の中間にいる今の状態なのだ。最良シナリオはパキスタンを仲介として間接交渉が徐々に進展し、部分的な停戦への合意が生まれるケースなのだ。エジプトとパキスタンが共同でプッシュしているのはこの方向性なのだ。最悪シナリオはイランが温存しているミサイルを一気に使用して紛争が一段階エスカレートするケース。これはホルムズ完全封鎖と原油価格100ドル超えを意味するのだ。僕の個人的な見立てを正直に言うのだ。今の構図はどちらも勝てないが負けも認めないという状態なのだ。1988年のイランがそうだったように、最終的には疲弊した側が先に折れる可能性が高い。問題はそれが何ヶ月後になるかなのだ。その間、日本はエネルギーの高コストと円安の二重苦にさらされ続けるのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけ。原油10ドル上昇で月約1000円。電気代が上がるのだ。私はこの状況、どちらかが先に現実的な落とし書を提案しないと長引くと思うわ。ずんだもん、あなたはどちらが先に折れると思う？コメント欄でも聞いてみましょうよ。米国が先か、イランが先か。いい問いかけなのだ。コメントで米国が先か、イランが先か教えてほしいのだ。1ヶ月後、状況がどう動いたか一緒に答え合わせしようなのだ。歴史は必ず動くのだ。ただ、その前に日本にできることは、エネルギーの備蓄状況と電気代の見直しを今から意識しておくことなのだ。
今日は米イラン戦争57日目の実態と日本への生活コスト影響を解説したのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースをわかりやすく解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回はパキスタン会談の続報とホルムズ緊張が世界の食料価格にどう波及するかを深掘りする予定なのだ。また会おうなのだ。